Hello everyone, this is Xwin Crypto TV. Thank you for watching. In today's episode, we're going to have a very special guest speaker who will share with us about the investment world. Now let's move to Japan side. ありがとうございます。では日本サイドからまたお伝えいたします。本日も個人投資家のトムさんに来ていただいて、投資についてお話をしていただきます。で、本日のテーマは、預金じゃダメなの？投資をすべき2つの理由ということで、トムさんの方に解説をしていただきたいというふうに思っています。では、まず投資をする理由ということで、トムさんの方で少しお話をしていただきたいなと思っています。はい、預金じゃダメなんです。投資じゃないとダメなんですっていう理由があります。で、投資の目的って資産形成と、インフレ対策の2つなんですけど、老後資金2000万円問題ってちょっと話題になったじゃないですか。で、結構大きな企業に勤めて退職金もそれなりにあって、厚生年金もたくさんあるよっていう人は、もしかしたら2000万円でいいかもしれないんですけど、そうじゃない人結構多いと思うんですよね。国民年金でだったりとか、その退職金が出るような会社じゃなかったりとか、っていうかそもそも終身雇用最後までいけんのっていう方だったりとかって考えるときに、老後資金2000万って絶対足りなくて、で最低でもやっぱり1億円はないとある程度こう豊かな老後っていうのは送れないのかなっていうふうに考えてますね。老後資金2000万円っていうのは、老後に2000万円あれば、老後っていうのはいわゆる定年退職をした後ってことですか？そうですね。それで2000万円あればなんとかなるっていうことを言っているわけなんですけども、ただそれじゃ足りないっていうのが足りないと思いますね。なるほどなるほど。で、2000万円足りないから1億円作りたいなって思った時に、じゃあ貯金で1億円っていくのっていう話なんですけど、じゃあちょっとスライドを見てほしいと思いますが、どう見てください。1億円の資産形成って、貯金で1億円を作ろうと思うと、この一番左側なんですけど、普通預金の預金金利って今 0.001% ぐらいなんですね。で、この金利で1億円を作ろうと思うと、毎年350万円の貯金、これを30年間続けないといけないんですよね。なるほど。毎年350万円の貯金を30年続けられる人ってそんなにいますかねっていう話ですよね。そもそも350万円稼ぐのも大変ですよね。そうですね。今そうですからね。で、これもしこの同じ350万円でも、年利 3% の複利運用で、投資で運用したとすると、30年後には1億6900、これ1億7000万円ぐらいになります。なるほど。はい。で、5% ぐらいまで比較的安全な投資利回りだって言われてるんですけど、5% で運用すると毎年350万円30年積み立てると2億4000万円ぐらいになります。なるほど。この差は大きいですね。毎年同じ金額ずつ積み立てても。なるほどなるほど。貯金で350万円を運用するのと、350万円を投資で運用するのはもう全然違うっていうことですね。なるほど。で、もっと言うと1億円を作るために30年間、年利 5% で回すとすると、必要な投資金額は毎年150万円まで下がります。なるほどなるほど。毎年150万円、月間、月12万5000円ずつ投資をしていくと、5% の複利運用で回すことができれば、30年後には1億円になります。なるほど。それは 5% の複利運用で回すことができればっていうことなんですよね。そうですね。なるほどなるほど。そんなうまくいく話でもないかもしれないですけども、確実に投資の方がその確率は高いということになるわけですね。なるほどなるほど。で、その複利っていうような話がありましたけども、複利っていうのはどういうことなんですかね。はい。じゃあ複利、これもちょっとスライドを見てください。で、複利っていうのは投資で得たお金、これをそのままもう一回
投資に回しますよ。なるほど。なんで元本が増えるわけですね。なるほど。だから350万円うん。 1年間 5% で運用しましたよ。なるほど。そうすると1年後にはその利益の部分がうん 17.5 万円あるわけですね。なるほど。でこの 17.5 万円をもう一回元本の方に組み入れてあげる。なるほど。で要するにそれでまた新しく株とか、うん商品を買うってことですね。なるほど。そうすると投資の元本がうん367.5 万円になりますよね。なるほど、なるほど、なるほど。ということはその 367.5 万円をその年 5% で運用すると、その年の利益は 18.3 万円になるわけです。なるほど、なるほど、なるほど。なんで同じ利回りでも、うん得た収益をもう一回元本に組み入れてあげることで、うん毎年のその得られる利益の金額っていうのが上がっていくっていう。なるほど、これがなるほど。複利の効果ですそれが複利っていうことなんですね。はいああ、なるほど。で、複利の効果っていうのは、まあ、うんこの図もありますね、これね。こういうふうにはい分かりやすく、うん書いてあるわけなんですね。そうですだいぶこれ変わってきますね。これ10年後とかだとそんなに違いはないんですけど、うん。元本が大きくなればなるほど、うん5% で回しても、うんその金額が大きくなるんですよね、その収益の。なるほど。だから後半になればなるほどうん複利の効果は大きく効いてきます。なるほど。はい、じゃあ、なるべくやっぱり若いうちにはい投資を始めて、はいで、老後の資金運用とか資金に回せるようにした方がいいということですね。おっしゃるとりです。なるほどもう若いうちからだから少しずつでもいいので、うんだから若いうちそんなお金ないよっていう時は、うん例えば年間、50万円でもなるほど。いいから例えばそれを増やしていくことが大事なるほど。なので若いうちから始めた方が絶対いいでうんす。であとは若いうちから始めるっていうのは結局投資をするっていうのは僕ちょっと思うのはいろんな世の中の動きを勉強しないとやっぱり失敗する可能性もあるわけで、やっぱりその若いうちからいろんな世の中の動きとか世界の動きを見るきっかけにはなりますよねい。やおっしゃる通りですね。ああ、なるほどね。だから投資家の方とかでもやっぱりその、経済のことがこうすごく勉強するようになった。なるほど、だからなるほど。それをもとにその仕事でも生かすことができたとか、うんそういう話は聞くので、なるほどやっぱやってて損はないと思いますね。なるほどね。なるほど。まず一つやっぱりお話伺ったのは、その投資をする理由の一つとしては、やっぱり資産を形成するのには、投資をするということが非常に適しているんじゃないかというのが今までのお話そうですね。ですね。で、老後資金っていうのは2000万円あれば、十分なんじゃないかなみたいな2000万円問題がありますが、実際2000万円で本当に足りるのかという話ですよね。できれば1億円ぐらいあれば豊かな老後になるんじゃないかと。で、1億円貯めるためには結構時間がかかるではないかということで。なので投資に回すべきだっていうのが一つのトムさんの考え方ということですね。なるほど。で、もう一つ投資をする理由っていうのがあると思うんですけども、その辺はいかがですかね。はい。さっきは資産形成の話だったと思うんですけど、うんもう一つその資産を守るという意味でも投資をした方がいいなと。資産を守る。はい。へでこれはインフレ対策なんですけれーども、うんおじいちゃんとか昔は5円あったら腹いっぱい飯食えたわって言ってません言ってましたね。そうですよね。 5円で腹いっぱい飯食える。そうです。今ベトナムで5円あったはいら腹いっぱい飯食えます。あーそうですか嘘だ。5円は嘘だ。100円ぐらいあったら腹いっぱい。ああ、はいいいですね。うんでもきっとそんな時代は終わりますよね。もう多分終わると思いますね。はい。でこれなんでかっていうと物価が安かったから、うん。つまりお金の価値が高かったからですね、昔は。なるほど。うん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 5円でご飯たくさん食べれるぐらいはいはいはい。物価が安かった。なるほど。でこれ長期的には物価の上昇、うんインフレによって、うん現金の価値っていうのは下がっていく傾向に、なるほど。物あるん価のですね上昇のことをインフレーションっていうってことですね。はいそうですね物価が上昇していくっていうことですね。だから、お金が、価値が下がっていくとそうですいうことで、これがインフレというものなんですね。はいなるほど。で実際にあったインフレ、これ結構大きなニュースになったんですけど、うん2015年だったかな、2015年。なるほど。 2015年に話題になった、うんうん100年定期うんうん1915年に募集した、うんでこれ当時年利 6%、年利 6%、預金で年利 6% ってすごいんですよね。なるほど。ノーリスクで毎年 6% 入ってくるわけですね。なるほどなるほど。でそれをじゃあ100年、うん100年間預けてく100年れた間のら定期。そうですそんなのあるんですね。あったんですよ。へでこれ日経新聞でちょっと話題になって、え。なるほどなるほど。
旧新潟貯蓄銀の100年定期満期到来。それすごいもらえそうじゃないですか。100ですよね年も預けてそう 6%。はい。はすごいんですい。よ。何倍になったと思います？いや、結構な額なんじゃないですか。なんとね、うん。300倍以上になってるんですよ。 300倍。はい。それはすごい。でも、スズメの涙って書いてあるんですよね。どういう意味ですか。日経新聞に。どういう意味なんですかね。うん。で、これ何が起こったかっていうと、実際に預けたお金は確かに300倍以上になってるんですよね。そういうことか。でもインフレで物価が上昇して、はいはい。その貨幣の価値、うんお金の価値が下がる。なるほど。これはもうこれがうん。そのお金が増えた分の300倍をうんはるかに上回る数千倍なるほどで。した。なるほど、なるほど。で当時うん月給ってうん小学校教員で10円から20円程度って言われたんですよね。ちょうど100年ぐらい前ですね。そうですそうですはいはい100年前はい。なんで20円もう月給1ヶ月働いてうん。月給を稼いできました。うん。じゃあこれを将来100年後の子孫のためにうん100年定期に入れようと。なるほど20円入れました。なるほど。これ今6000になってるんですよ。すごいじゃないですか。20はい万6300倍。でも6000なんですよ。 6000円か、今の価値で。 1日のバイト代にもならないんですよね。それ、スズメの涙ですね。そうなんですよ。なるほどこれが実際に起こったインフレの例。なるほですねど。そういうことがあるわけなんですね。ちなみにうん。その間うん。じゃあ投資してたらどうなったのって話なんですけど、なるほど、なるほど。金の価格は、うんうん1917年うん。から2015年の、98年うん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 。で1グラムあたりうん最初1円36銭なるほど。だったのが、うんうんうん4985円。なるほど。だから本当にもう3665倍なるほど、なるほど。に上がってました。なるほど。なんでこれは月給20円をうん金に投資してたら、う2015年には73,300円になってたってこと。ん。なるほど、なるほど、なるほど。月給20円がうん。月73,300円かちょっとなんかうん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 インフレに追いついてないかなっていう気もしますけど、まあでもうんうんさっきの6000と比べたらだいぶまあまあまあ、いいですねそうですよね。っていうのがインフレの例ですね。そういうことなんですね。なので、やはりただ単に貯金をしていくと、そのインフレが起きると。はい。で、特にやっぱり当時日本は、経済成長してなかったわけで、経済成長していく国というのは、うんやっぱりインフレが起きる可能性が非常に高いわけなんそうでよね。ですすね。はい。で、それを貯金を定期でしていると、インフレ率に追いつかないわけなんですはい追いつかないねですね。なので、金であるとかうん株式とかに投資をして、で、株式とか金もインフレに合わせて当然価格が上がっていくから、で、それで儲けることができるとはい、そうです。いう話なんですね。儲けるというよりはそこは資産を守るっていう資産をことですね。守るってことですね。インフレから資産を守る。インフレから資産を守る。なるほど。実際私、ベトナムに4年ぐらいやっぱり住んでまして、今のベトナムのインフレ率っていうのは非常に高いですね。うんやっぱり GDP の成長率が年間で 6%、7%成長しているわけなんですけど、やっぱりそうなってくると、どんどんそのインフレになっていくわけで、そういう意味ではベトナムの方々もやっぱり投資を例えばするということがそうですねいいわけですね。うんで、私の友達も投資を実際にたくさんしてる友達がいて、で、不動産など何かに投資をしてるというのもいるので、やっぱりその貯蓄だけではなくて投資もそうですねしていくというのが、トムさんのおすすめだということなんですね。はい、そうです。なるほど。今日も非常にわかりやすいお話、大変ありがとうございました。ありがとうございます。じゃあ次回もまたよろしくお願いいたします。はいよろしくお願いしますどうもありがとうございます。 Please remember that we're not investment advisor and this video is for educational purpose. Please study with us because the DeFi world has a lot of risks. Stay tuned.